ゆかりさんです。本日は新しい要素を交えて新時代の不屈ビルドを紹介します。新しすぎてついていけないかもしれませんが、頑張ってください。不屈というと、やはり VATS は最重要なんですが、クリティカルについてはどうでしょう。ついでに揃う攻撃手段ですが、1秒の DPS が生死を分ける不屈において、ラグによって DPS が変わってしまう攻撃手段は微妙な気がしません。というわけでビルド紹介、ステータスから見ましょう。何やら穏やかではない捨てぶりです。不屈ではあり得てはいけない数値がちらほら、ほら、見ろよ見ろよ。なるほど、機会がありそうです。あ、バッシャーとかいう目の上の単コブ入ってた。このビルドのテーマを言うなら、E を軸にした生存不屈なんですけど、生存率と AP 特化のチームと料理バフと繰り溜めを捨てたマジ吉ビルドです。ブルーリッジが助けを求めていますが、最近のいいパークがふんだんに、結局、これらは不屈のおもちゃ、特に最大 AP550 もあると、どっちなんて余裕で入る。ここは消する余裕がありますけど、スペコミで20欲しいっすね。そして、チームを組まないという友達がいた時に不便なローンワンダラー、私には一緒に遊ぶ人がいないので、友達かこれを調整してください。実際はヌカランチャーとか使えるかどうか、それ専用っすな。インテリについては、弾薬源は呪い、そしてナドレ、気になるとしたらガンスミスですよね。ハーバード大学の研究によると、ガンスミスの代わりを見つけたので、採用はやめました。アジリティは模範的すぎておもんない。このパークが目立つかな。E があのざまなので、これで補うだけです。ガンフーもありかも。さて、不屈では足りないと言われる L、クリムが今回のビルドの肝ですな。本当は L30 あると、繰り溜めの頻度が最大化されるけど、捨てが足りません。塩は経験値と繰り溜めしか価値ないけど、クランベリー、モスマン、キノコ拾うだけでいいし、ベセスダが大地に塩撒いてるんだよねってことで、塩卒業です。しかも、クラスフレイクは削る余地あり、なんと不屈で L8、たまげたな。これからの時代、お気に入りに武器を入れるんで、食料なんて登録したら QOL 下がりますよ。雑誌ナーフも来たら、この傾向は強いんじゃないでしょうか。変異を見ていきましょうかね。スピード強アマストとして、鳥類優待でデバフは相殺されます。正確には、近接と経験値倍率は戻らないんですが、副陣の実質周ホースパワーのデバフを受け入れるなら、余裕でクラスフリークを削れる。ただ、生存重視なので皮膚入れると AP が痛い。そこで、クラスフリークも入れて、ついでに HP も戻す。それだと、わしの目も余裕で入るけど、L30 に到達できないので、それより STR 優先した形です。後でネジ筋突っ込むかも。L4 か、HP400 は欲しいっす。防具は不屈 AP がちょこちょこ、1V だけついてる。かなり未完成なミックスというか、シークレットで揃えたら、もっと強いですね。武器源の入手が大変。センチネルにする必要はないと思う。不屈ヌカラン変えたいとかじゃない限り、これ以上の生存を振る必要がないっぽい。暗号解読は知りませんが、今時、暗号解読とか古いっすよ。ここからは武器選定です。エンクレ、プラキャス、この辺は適当に使えます。ライフルも可能。ボスに関しては一貫して、このデバッグルームから持ち出されたという装飾語がつきそうな、不正金メッキバッシュで沈めます。ビルドを選ばないので、オートアックスより使いやすい。もう 60% 加算抜きの繰り溜めも抜きで、まともにボスを倒すのは困難です。しかも、スタビもタンクキラーもない。タンクキラーはあってもなくても、ジャコ戦に限って殺すまで攻撃するだけなので、不要なんですよね。仮にあっても、ボスはバッシュの方が早いですからね。今回の試金石はガトプラ、消費 AP20 になるそうです。27発も撃てますね。ライフルと変わらないし、さっきのセミオートアサルトより強い、まさに豊富な AP でなぎ倒せるか、試せる一本です。さて上剣に来ました。ノーレジェで試してから何をつけるか考えます。お、グラムだ。まさかね。おへい。おやおや、正体はどうだろう。強すぎませんかね。これノーレジェですよ。ガトプラってエネバク抜きで本当に強いんでしょうね。使うたびにガトプラには驚かされる。最近のバグはグリムでカバーと言いたいですが、ガトプラの回転率は理論値ではない。ダメージを流しながら思ったこと、もしかしてガトプラって調整前のコロッサスだったらノーレジェでソロ討伐できたんじゃないですかね。普通にプラキャスより強いかも。これで謎のマタ人枠余ってるからって貫通追加はエグいっすな。AP なんてね、ラグでごまかせば良いんですよ。で、ノーレジェに倒されて悔しいだろう。ガトプラの先っちょでわさわさ。ガンフーが遅すぎて無駄打ちあるのが痛いっすな。自力できるとクリム 100% に近そう。これレジェくらいいる。ガトプラが悲しそうな顔をしそうなので、文字15個使って作成。タイヤアーマー、AP 源、AP 補充は残してみよう。
あ、死んだのか。死ぬのが早すぎて気づかなかったよ。DPS がイカれてる。命中率込みで PA より早いかも。文字通り死ぬまで撃つ。一生これやる仕事に就きたい。命中に着地しました。遺族と爆発はカスタムで誰か試してくれ。センセーショナルへ行く。センセーショナルですね。耐久値は問題ない。このようにね。ジャコは完全に終わりだな。というか、ヘビー仕様変更の未来が見えてきましたね。20でこれですから、ほとんどは撤回されそう。ヘビー 60% 積んでたら死んでるぜ。護衛対象か、下向いて進行しないといけないクエストって本当に何なんだろうね。フィル・スペンサーどう思ってんのかな。そういうシーンがこのゲームには多すぎる。はい、申し訳ないが、缶コーヒーを決める。はい、ザコー。で、これが AP550 の暴力。赤子の手をひねるようにですな。クリーチャー系は結構しんどいみたい。火力はちょっと下がるのだ。やっぱ33とクリサビがねえ。キャスターが強いのかもしれねえ。確実なのはプラキャス。だけど DPS が下がるので、かなり好みで選べる。クワッドクリタメクリムなので、30AP。クリム率は100に近い。エンクレはジャコ狩りに特化してるので、もしかしたらガトプラに食われた。弾速がガトプラの方が早い。だから、ルート圏狙いでもそんでアサルト。これで AP32 はおかしいでしょ。プラキャスとガトプラは30ですよ。なんだこの格差社会。使えなくもないけど、フェアトリガーウルサイドンの方が強いし、レートも高いです。タプあるのと45より効率良くて上剣で溜まる。そして、対アーマーなのに、クワッド感覚で使える。そこ以外は数ですね。ただ、これ以上にない選択肢の1本。ここからはイベントです。ソロでパブリックということは、他人のルート権を奪わないと、旨味がかなり下がる。だから、武器選びが真剣に重要なんですな。こちらは防衛系、ガトプラで根こそぎ奪います。のフルページがひどい。意外とラグでごまかせる。回ってしまうと手に負えなくて悪か。しかしこのクエはエンクレの庭。なんか足んねえよな。 DPS とかさ。レールライフルがあんだって。時代はガトプラか。てか、レールと何が違うんすかね。ふいー。
ンクレもそうだけど、ここまで早いと黙って見てられる。満足したので絶景は譲ることにしました。だがルート券は譲らん。量子核ミサイルだ。ここは圧倒的にバッシュミニガンというわけでゴリアテ、バッシャーとアクティブがいます。ネクトロですが、もしかしたらスバッシュの方が強いというわけで、ボスが青い敵地、ちょっと長いボスだなっていう。制限ないのはいいけど、つけられて一撃で死ぬことはないです。持続の電撃で死なないようにスティム使ったり、AP 止まらないように缶コーヒー1本挟んでます。暇な時はガトクル、エビクションですぞ。誰か修理しろよ、不屈やぞ。誰か肉袋を壊してくれ。誰も壊さないのである。基本装置かな。なんかいいの出るかな。通学エンクレ。不評。まともな監禁爆発ドロップは初めてですぞ。エンクレはお気に入りなので嬉しい限りひたすらルート券を狙って遊びました。今回は強い人が全部倒してたのでおこぼれはなし。人いなかったら流れ込んで美味しいんですがね。穏やかじゃないですね。皆さんに裏技を教えます。解体するときに解体直後にメニューを閉じると何かしらが手に入る確率が跳ね上がる。このように。信じるか信じないかあなた次第。対アーマー愛足とかゲームクリアでしょ。あとはクリダメクリメ命中ぐらいか。あとクワッド血濡れ、アラインスプリッターとガンマつけた。燃焼自爆えぐい。爆発とはテストゆかりメタル。これはなかなか稼ぎにくい。最適解はヌカラン。爆発ウェンクレで遊んでみましょう。ちゃんとルート券入ってます。ミニガンだと爆発程度じゃくれない時も多い。これうまい。これフレンドリーファイヤーどうなんだろう。使いますが、それからグリムドット、ルート券は問題なさそうというわけでいかがでしょう。ガトプラ特集みたいになりましたし、難点もなくはないですが、かなり可能性を感じる不屈ビルドですよね。イベント用に装備を揃えたら、ソロでも稼げる。特にここまで死なないのはすごい。ヌカランチャーがな、ヌカグレもちょっと厳しめ。ジェッパ両立して爆発物はこのビルドの課題です。よかったら参考にしてみてください。今回は以上です。